は4代目プリウスに乗っています。タイミング的には5代目プリウスのデビュー直前です。4代目プリウス後期モデルに乗って感じた印象をピックアップしていきます。といってもおなじみすぎる車ですので、今回はここはちょっとと感じた部分から上げていきます。まずはリアシート座面に関する話から。座面は後ろ側が柔らかくて前側が硬いです。ここが硬くて、この辺は柔らかいです。これ自体がどうこうというわけじゃないんですが、頭上が狭いのでそこからの悪影響を感じます。具体的には体が大柄な方ですとお尻を前に出して座ることになりますので、乗り心地が悪くなってしまいます。これによってね、身長172センチの自分と身長182センチの別スタッフで乗り心地の印象がかなり異なりました。なので身長大きな方は要チェックです。続いてブレーキの操作性について。停止時にカックンとしないブレーキのやりやすさですが、やっぱりそんな良くないです。でも思ったより良かったです。これは朝起きて一発目の停止で、しかも下り坂という難しいシチュエーション。神経使って集中すればなんとかなりました。停止の瞬間に音だけコキンとなる感じです。平らな場所でしたら沈んだ前をゆっくり伸ばしてあげるくらいのイメージでだいたいなんとかなります。プリウスの内装で取り上げたい点を挙げさせてください。まず全体的なイメージなんですけれども、今見てもね、斬新なイメージありますね。なんでしょう、特別感って言ったらいいのかな。これデビュー当時乗った時にはなんか宇宙船みたいなイメージ感じちゃいまして、あとうねっている部分がね、ちょっと有機的、生き物的みたいなイメージでね、もうかなり斬新でした。そういった車買うと、デビューから7年経った今見ても特別感感じるのかな。じゃあちょっと細かいところに移っていきます。まずハンドル周りはね、最近の車と比べるとステアリングスイッチがねシンプルです。でクルーズコントロールの、設定もね、人差し指で、奥側にねレバーが伸びているタイプです。そうしましたら、中央部のメーターです。まずねメーター、右側が速度計とオドトリップで、左側がねマルチインフォメーションみたいなメーターになっています。でここでねちょっと一つ取り上げたいのが、ステアリング操作とのねステアリングスイッチとの兼ね合いです。まず右側のメーターの下、トリップメーターの切り替えなどはね左手側で行います。で左手側のメーターは右手側で操作します。これね慣れればなんてことないんでしょうけれどもね、自分ちょっとこんがらがっちゃってて、1日乗ってきてね、今もちょっとねまだ頭の中でごちゃついています。ここの部分で、エアコンの操作のあれです。エアコンの操作の状態もねここに表示されます。温度と風量かな、マニュアル調整するときにね便利です。それからあとドライブモードのセレクト状態もここに出てきます。今ちょっと押しますね。パワー、エコ、ノーマル。さすがにねスイッチの位置的にブラインドタッチでね見ずに押すのは難しいですけれども、一旦押しちゃえばね上に大きく表示がされて、色もねカラフルに、変わりますね。でそんなエアコン操作部なんですけれども、結構ねこれ見た目いいと思います。でトグルスイッチが3つ並んでいて、デュアルエアコンと思いきや一番の左側はね、この車ですとこれはエアコンの吹き出し口のね切り替えになっています。そしてその下シフトセレクター、これねなんてコメントするかちょっと難しいです。でもおなじみなのでね、慣れてる方には普通のトヨタのハイブリッドのねタイプです。でね、この車より後に出てきたアクアですとパターンは同じようで剛性感が高まっています。操作した時のね重さが増しているといった感じです。そうすることでね安心感高まりますし、あと質感、動かした時のね質感もぐっと高まっていましたので、多分次出てくる5代目はね同じようなタイプになるんじゃないかと予想します。でそれからですね、内装のダッシュボード、このね大きな部分で言いますと、ここねここは少しねわずかなソフトパッドになっています。触ればね別に大したことないんですけれども、触らなくてもね良さがあります。というのもこの脂肪、いわゆる脂肪って模様のことなんですけれども、プラスチックの部分のねその模様より
このソフトパッドの模様というのはね、こう深みがあって、なおかつ光の反射をね抑えられていて、その見た感じだけでね、立派に見えやすいといった傾向があります。なのでね、ここパネル大きくてね大味に見えそうですけれども、このうねりとその脂肪によってね、そんなことないです。あとじゃあすいません、今回ねちょっと見切りの話、車両間隔の話もね続けさせてください。ボディの見切りとか車両間隔に関する部分はこんな感じです。そんなによくはないです。言葉にしますと、まずインパネの先端が結構ね遠いですね。かなり遠いですね。着座位置低くて後ろの方に寄って座るような形、着座位置してますから、それもあってね奥行き結構あります。あと A ピラーの根元なんかもね、ごっついと言いますか、立派ですね。それからですね、インパネ先端と窓ガラスのその境目、これがね、中央部は低くて両端は盛り上がっているといった感じでね、ちょっとうねっています。これが少し慣れが必要かな。ただね、実際乗ってみると特別悪いというか、普通ぐらいの感覚でね、まずちょっと覗き込むとボンネットすぐ見えます。少しね、自分が想像するよりも少し着座位置を上げた時ですけれども、ボンネット見えまして、それからね、インパネ中央、窓ガラスの下部の中央と言ったらいいのかな、そこ三角のマークがついています。これ差し込みます。三角のマークが大きくついていて、これを目印にね左側見るとね、左側の感覚すごく取りやすいです。三角見てその向こうの目印を見るっていう癖をつけておくと、車両感覚ね取りやすいです。それしないとね、このインパネがフラットな車って結構ね左側寄せるのは難しいんですよね。あといい点としましては、左側、ウエストラインがね低くグイッとえぐれています。ウエストラインってそのガラスとドアの内張りのねこの境目のことを指しますけれども、ご覧の通りねグイッとえぐれて前側が盛り上がっているとかいった感じです。あと質感という部分でもね、ドアの内張りのちょっとしたうねりありますし、それからねインパネとの結合部、ここねかなり面積取られてこう優雅な感じでねつながっています。ということで、4代目プリウスのねこの乗り味で思う点を述べさせてください。でこの車乗ってねまず思うのはすごいゆったりしてます。特に30キロ40キロ50キロぐらいでしょうか、その速度でね市街地とか走るのがねすごい気持ちよかったです。ごめんなさい。なんかね今こうやって走っていてもすごいこうふわーんとしてね優しい気持ちになれます。ラグジュアリー感と言ってもいいのかな。なんかね、この乗り味と今ねブレーキで止まりましたけれども、このブレーキの感触、それからねハンドルも優しいけれども穏やかでね、切った先でいきなりキックとか遅れてキックとかね、そういうのが気にならなくてね、車全体としてねこの速度域での優しさ、ゆったり感がね気持ちいいです。眠くなっちゃいそうといえば一番わかりやすいですかね。乗り心地は気持ちよくなっちゃうゆったりした揺れ方が特徴と感じました。運転席に座っているとふわふわというほどには体は動かず、柔らかい緩衝材が機能しているよねって感じです。でね、これ後期なんですけれども、前期はデビュー当時にねちょっと乗ったことがあります。その時はねもっとシャキッとしていたような印象がっていうか記憶が残ってるんですね。でこれねホームページで自分たちホームページ書いてまして、そっちね自分のメモリ代わりにもなってますので、もう全然気配りとか関係なくね思ったことそのまま書いてます。でそこでもねやっぱり直進性がね良かったなんてことをね書いてたと思うんですね。でこれでもねそこは感じます。優しくてハンドルも軽いんですけれども、直進性いいです。感能性能という部分だとね、その車の自然な感じとはちょっと違うような印象を受けています。パワステが作り出す直進性っていうのもね含めてみたいな感じなんですかね。ちょっと車線変更します。この後期型はハンドル操作すると穏やかな反応で動き始めますが、直進性は良いです。代わりに回し心地が作られた感があるのと、ちょっと曖昧というかゴムを挟んでいるような感触があります。曲がる走る結構ゆったりしていて、で快適性はですね
せいぜいこのくらいの速度までかな。今ここね57キロって出てまして、そう40、50キロあたりがすごく心地いいです。それ以上になりますとね、気持ちよい揺れの乗り心地は速度を上げなければという注釈がつきます。低速だったら低速なほどに快適。そんな特徴を感じました。理由の一つは静粛性です。時速50キロ程度から、一気にね、テールゲートあたりからの後ろからのノイズが大きく侵入してきてね、そのノイズが気になりました。それ以上はホームページに記載しています。パワートレインとかに関する部分は、やっぱりね、4気筒だよって感じは受けます。これ 2ZR-FXE という形式のエンジンで、1500cc ハイブリッドのね、3気筒と比較すると、音の部分で一番違いを感じます。それは音の質的な部分と、それから絶対的なね、ボリュームですね。音のレベル。それ低いですしね。やっぱりお値段の差の分だけありますかね。それからですね、ドライブモード。この車ね、ちょっと今切り替えますね。画面に出ます。パワーモード、エコモード、ノーマルモード、3つね、切り替えできます。ただね、今ちょっとこうやって一般道乗ってる限りはそんなに違い感じないです。全開にした時もそうですし、普通に走ってる時のね、スロットル特性もね、エコでも普通に走りやすいだけのね、スロットル特性。そういったところでね、そんなに大きな違い感じなくて、加速感はね、ちょっといい意味で自分の予想以上だったのがね、低速からの加速です。久々にプリウス乗ってみてね、思うのは、30キロぐらいからの加速でしょうか。そこでアクセル踏んで、車、クッと出だして、0.5 秒後ぐらいにね、多分エンジンかかって、でね、強い加速に移るんですけれども、その間隔がね、すごく短いです。パパッという感じでね、フル加速モードに入るというのかな。左側の画面、ここのパワーゲージの下に、エコースコアが出てくるんですね。でこれね、信号発進から停止の間に、1回ずつリセットされてるような、1回ずつ評価してるようなところありまして、これねちょっと見入っちゃいます。今ね黄色いゲージが出てきたところですね。92点でね、さっきちょっとね燃費見る走行してまして、これ見てたらね、逆に交差点1個曲がり忘れちゃいましたし、あと運転ね雑になったのかスコア下がったりとかしてましたから、ここをね常時出ていて見ることでね。で今回最後のお題はもうすぐね5代目プリウス、形式で言うと60系です。それが出るということで、2023年のね冬デビューということで、歴代プリウスでね思う点なんかをねちょっと挙げさせてください。まずね初代はハイブリッドというのをね世の中に出してきた、エポックメイキングみたいな車です。そうですね、見た目はねタクシーにも劣っちゃうようなねかっこ悪さでも新しいシステムで乗ってみたくなる、そういったことを感じさせるようなね、そんな車でした。内装なんかもね結構未来感あって、蛍光管とか使った自発光式メーターとかだったのかな。で自分その頃ね、大学出て新卒で、自動車販売会社にね就職しました。でそうすると車ね手に車をビシッと1ミリもズレもないようにね並べるわけです。でその時にね上司の合図で少し前に出したりピタッと止まったりとかいうのね、上司が合図出すんですね。回してこっち回してとかで、それに合わせて動かすんですけれども、ブレーキがねちょっと扱いにくかったね、その印象が残っています。そして2代目はもう見た目もね普通になって、今でもね街で見かけますけれども、もう一気にね市民権を得た車だったんじゃないかと。乗り味はね、結構リアシートとかもパンパン跳ねて、車体をね安定させて空力とか安定させるとかあったのかななんてのもありますけれども、とにかくね燃費が良くて普通に乗れて、お値段もねちょっと高くは感じましたけれども、燃費考えたらね元取れちゃうような値段だったのかなと。それでね市民権得て
アフターパーツなんかもね充実してましたね。自分の知り合いも燃費が良くなるとかいう触れ込みのねガナドールというマフラーを買ってきたりなんかしてね、本当に良くなったかわからないですけどね、エンジンかかるとブオーってねこう迫力のある音を出してました。そしてその後に出てきた3代目はお値段がね魅力的でした。220か30のスタートで、見た目もねもうちょっと立派に見えてスタイリッシュ、よりねこう多くの方に支持されるような形でねかっこよかったです。今でもねもう全然当たり前のようにね街中は見ますね。ですごいプリウスといえばその3代目みたいなところで、そうごめんなさい、その方には EX というね2代目の併売モデルもあって、そっちはさらに20万円ぐらい安いお値段がつけられていたかな。価格的な魅力、イメージね、ハリウッドのね有名なスターにプリウスに乗ってもらったりなんかして、そういうイメージの良さもね一気に定着しましたね。逆の意味でねミサイルとかのイメージもありますけれども、それだけじゃなくてねいいイメージもあったのも忘れちゃいけないと思います。そしてこの今乗っているね4代目です。4代目ね、お値段が250万円からと、車格も1個上がったような感じでね、結構立派になりました。内装もね未来感はより強まっていて、ボディデザインもね賛否両論ありますけれども、もしくはその嫌いな人の方が多いとも言われますけれども、結構ね未来感あります。ミッドシップっぽいというかね、そのキャビンフォワード前にボリュームが寄ってるようなねデザイン、それからあと PHV が出てきました。ごめんなさい、3代目からあったんですけれども、4代目でねよりねこう人気で大々的にアピールされるモデルになったと思います。で PHV っていうのはその、プラグインハイブリッド、外から充電ができて電池の容量もねいっぱい積んでいるというモデルで、3代目もそうだったんですけれども、デビュー当時のモデルはねちょっと固めのシャキッとした味付けで、マイナーチェンジで柔らかい方向に変化というのがね共通するところなのかな。そして今度出てくるね、5代目、形式で言ったら60系です。これもねすごいスタイリッシュというかねスポーティーな走り優先みたいな格好してるので、またちょっとね硬い方向に足振られて出てきそうな気はしますごめんなさい、もう本当ね予想ですけれども、でもしかしたらまた市場の声を反映してねモデル途中で柔らかい方向に振られる可能性がねなくはない、ありそうかなっていうのはねちょっと予言ですかちょっとね予想させてください。この動画を撮影したのは2022年の11月、4代目プリウス登場から6年以上が過ぎた時期です。それで思うのは内外装が個性的、今でも思います。あなたのために頑張りましたわって気合い入れてくれたところが素敵です。ただ気合い入れすぎちゃった感もありますが、総じて人畜無害じゃつまらない、でもゆったり乗れて燃費も求めたい、もしくはアクアだとちょっと小さいという方にとってでね、多分トヨタの狙い通りの感想ですよね。プリウスがどんなにイメージ良くないとしても、そこはやっぱりミドルクラス、内外装乗り心地、それからその他価格分の魅力を感じさせるポイントはやっぱりね盛り込まれているなと思いました。動画は以上です。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。